はい、来ました。到着。到着。はい。はい。ちゃんとチケット買いましたしね。買いました。行きましょうか。行きましょう。ここから。さあ。行きましょう。ネイチャーアクアリウムの世界へ。はい、CO2 大事だよって。仕組みですね。はガラスの中の小さな生態系。植物が分解してくれます。うん。自然さながらの環境で生活をしています。早速。その生態系は光や水流。これは普通の植物ですか。これははい熱帯植物ではあるんですけど、この辺がアロエの仲間ですね。あれがブロメリアかな。あそこにある。なるほどですね。この中に水が溜まって、この中にヤドクガエルが卵を産んだりするんですよ。でこの上にぶら下げてるやつが、一般的にエアプランツって言われるやつ。ああ、なるほど。はい、こんな緑なんですね。はい、エアプランツ水いらんって言われてるんですけど、結構こういうふうに湿らせた方がいいですよ。空気中の水分を吸ってみたいな感じですね。おっと、これかっこいいな。これ多分シダのヤシの仲間かな。これはこういう葉っぱなんですか。はい、多分もっと巨大化すると思いますよ。でこれベゴニア、この辺ベゴニアですね。あ、見たことある。はい、あれ、この迷彩みたいな葉っぱ何でしたっけ。これアグラオネマです。あ、アグラオネマ。はい、みんなよく持ってはるやつ。でこっちがホマロメナですね。あ、ホマロメナ。これもホマロメナです。ホマロメナ。はい、ジュエルオーキッドですね、これ。はい、ジュエルオーキッド。これはわかります。はい、これソネイラーです。うちのお店に置いたんですか。の仲間です。仲間。はい。砂漠っぽいですね。砂漠系ですね、これ。はい、メキシコとかの結構乾燥地帯、あったかいんですけど湿度がない乾燥してるところとかに、これドゥアのいわゆるシステムパルダっていうやつです。ジュエルオーキッド。ジュエルオーキッド。これベゴニアでしょ。ベゴニア。もうちょっとね、僕も店に置いたから、結構何が何かちょっと分かってきました。おお、すごいですね。はい、形だけね。形だけ分かってるだけです。めっちゃうまいこと育ててますね。やっぱコンパクトに綺麗に育ててますわ。そら一緒にしちゃならん。これはね、食虫植物。正解です。よくわかりましたね。いや、大体そうでしょ。大体その形がほらポケモンとかやってると分かるじゃないですか。ポケモンとかやってポケモンです。ポケモンしてるから分かるっていうね。食虫植物もこういう湿った環境に生えてるんで、で涼しいところですね。なるほど。はい、これ出ました。これベゴニアです。はい、こういうはみ出てるのもかっこいいですね。ね。はい。かっこいいな。ベゴニアでもこうやって僕らの知ってるベゴニアって普通にあるじゃないですか。外で育つから育つんでしょうね、きっと。はい。ただ土、やっぱり根っこの部分とかはちゃんと潤ってる方がいいですね。なるほど。はい。あ、ここにクラウンキリーか。はい。それ当たってます、ちゃんと。当たってます、クラウンキリー。適当やったらやばいっすよね。上陸系ですから僕。オカサーファーみたいなやつですね。そう。オカサーファー。乗ります。オカサーファー。オカサーファーです。これもね、これは多分日短って言われるやつちゃいます。日本っぽい。日本の魚が、日本に自生しているって書いてあるんですね。これとかものち止めって言われる。なんかアクアリウムでよく見るやつですね。これがあれネオンテトラで、こっちがトゥッパーのテトラです。魚の説明しだしてるやん。はい。もっと上陸系ですから。オカサーファー。これさっき言ってたドゥアの3人。なるほどね。結構大きい。結構大きいですね。いいですね。こういう風に
いわゆる植物メインですねこれは、レイアウトでいうともう平べったい土に真ん中からドンっていう感じで、今僕が買おうかなっていう水槽はこれですね。はい、ちょっとベースプラントこのね展示物もちょっとだけ舐め回しましょう。はい。これもパルダではないんですね。これパルダリウムですね一応。パルダ、はい、これブスファランドラとこれブス、あとこの迷彩っぽい感じの色してるやつ、これがスキスマって言われる、アグラオネマじゃないんですではないです。里芋科ではありますけど、まあよう似た感じのとこですね。でこれアヌビアスです。アヌビアスのコーヒーです。コーヒーホーリーはよう知ってるでしょ。よう知ってますね。知ってるものは知ってるでしょちゃんと。知らないものほとんど知らないです。これもアヌビアスですね。これアヌビアスです、これはねほんま全然ね知らんもんは全く知らないです、この耳が生えてる感じ、可愛いです。これソネリラズ聞いたことある、使ってるやつですよね。はい、これは使ってないですけどまた別の種類です。こういう系統のね、これがベゴニアのクロロスティクタっていう種類。持ってきました。持ってきてないですか。ありますうちに。ないです。ないですか。いっぱい今育ててるんで。なるほど。このサイズの水槽でも結構いいっすね。いいですねこれもね。あれやっぱ大きいですね。30。これ20ですね。横幅20の。これぐらいでもちょうど良さそうな。これぴったりでしょ。ぴったり蓋がはまるようになってる。今換気されてるんですね。換気されてるんですよ。なんかねちょうど良さそう。これが来てよかったですね。来てよかったですね。見れた。ネットだけで見とってもわからないんで。実物が見れたんで、あれでかいの来たらちょっとびっくりするかもしれないです。これもおしゃれですね。真ん中にポツンとあって流木にこう挟まれてて、そこからヒュッと。そうですね。ネペンテスっていうこのピュッて葉っぱの先が出てるの可愛いですね。そうですね。これ食虫植物ですか。はい。食う部分が伸びてるんですね。そうそう。びっくりした。何かなと思った。これね。一個ついてる。こいつ本気出したらもう下からボコボコ出てきます。やば。これも食虫植物です。綺麗でも。こういうなんか野菜みたいなトリコっていうアニメで見たような気がします。多分あの人は食われへんもの食ってそうな気がする。食ってそうですね。砂漠ゾーンですね。砂漠ゾーンですね。こういうなんかこれなんていうんですか。多肉って。多肉カム植物って呼ばれるやつです。これなんか僕結構好きなんですよ。この石みたいな感じの。こいつらってなんでこんな形してるかっていうと石に擬態してるんですよ。誰が食うんですか。鳥です。鳥水分がないところ乾燥地帯に生えてるんで、こいつ鳥がね水分補給のために食いよるんですよ。食ったらなんか変な成分出そう。これも食虫植物ですね。なんかやばそうな。綺麗なバラにはトゲがあるみたいなね。これ植物なんですね。見てください。これ石。これもなんとかフィツムっていう。書いてある。このフィツム。こういうジェリービーンズありそうですよね。これねほんまにね天下市とかでも売ってたんですけど鉢にこいつだけ置いてあるんで、これは誰がこれにそそられるんだろうって思う。ビー玉みたい。こういうふうにやっぱりね石と一緒になってやると、これハエトリソウってやつです。ホームセンターとかでもね売ってるですね。でこのサラセニアっていうこの種類ですね。これもホームセンターとかでも売ってる時は売ってるんですけど、これ好きやわ。なんかこれあれでしょ。エアプランツでしょ。ちゃうんすか。これはね干し草。干し草って水槽の中で使わないですか。水辺に生えてる草ですね。これ干し草。これ2階に置きません。置かないです。床抜ける。これ好きすまで。これでもなんか何も喋らん方が綺麗かも。それは後で僕は撮りますから。まだ撮るの。ここすごくないですか。すごいですね。池溜まってる。こういうところが憎いですね。さすが ADA。ボコボコしてる草あるじゃないですか。あれ何か分かります。わさびでしょ。違います。ボコボコしてる葉っぱあるじゃないですか。わさびでしょ。違います。ベゴニアですよ。そうなんです。ベゴニアのドラコペルタっていう。僕ねまあまあねうちの YouTube 適当なんですよ。わさびではないです。
もうねボケ方もツッコミ方も雑なんで全然いいですよ。これモデルルームです。この辺が知らんけど入ったらダメですよ。知らんけど、入ったらダメですよ。ソファーとかあったら一回座ってもいいんちゃうかな。もっとモデルじゃないと。あそこに椅子もあるんで。入ったらダメです。どう考えても上がらないでくださいか。上がらないでください書いてますもんこれ。ダメでした。ダメです。こういう風な家にしたらね。家にしたらね、おしゃれなんちゃうかっていう話ですね。間違えてもこの机の上にこう置いても、この棚の上にはようかんですよね。僕置きますけど、なんでここ空いてんのってなりますよ。こういう風にね展示されてるところですね。これですね。まあね、レイアウトはねコンテストとかがあるからこういう風な水槽を持ってはる人多いですよね。やっぱりね綺麗ですね ADA さん。これ僕やってみたいんですけど、これめちゃめちゃ激ムズのベゴニア植物、いやレパンテスっていう種類なんですけど、ランの仲間です。苦手じゃないですか。ジュエルオーキッド苦手やから無理。お前これ20度以上いったらもう枯れるみたいな。めっちゃ涼しい。うちの環境でも無理じゃないですか。無理ですね。死にますやん。めっちゃ難しいです。手を出さない方がいいです。 ADA が出してる靴が売ってますけど。これ ADA が出してる靴なんですか。嘘でしょ。嘘です。やめて。取ったやん。取ったやん。やめて。結構ブースがいっぱいあるね。この辺までがパルダリウムなんで、ここからあとはサクッといきましょう。天野さんですね。天野隆さんです。有名な、この人がそういうネイチャーアクアリウムの世界を作った人ですね。なんかあれですね、ラーメン道みたいな。ラーメン道。これ怒られますよ、これ多分コメント的に。ここにもう一人僕追加していいですか。おかしい。あっちからキーの。一人だけ色ついてるからダメですよ。やばない。もう誘われる。竜宮城っすよ。水の揺らめきが上から見ても集まってきましたよ。絵付けや。上から見てもこっちから見てもなんか揺れてる感がやっぱいいなって思うっす。この動きがあるのがやっぱりねパルダリウムと違うところですね。これ岩組っていうやつですね。ザって感じがする。エンゼルフィッシュがいい味出してますわね。独特な群生美いいね。結構なんかこういう方が好きかもしれないです。なんかこのハスがこう上に向いて伸びていく。いいですよね。まあね、この大きな水槽が全部で9台でしょうね。9台ですよね。9台ですね。あるですね。天野隆さんが撮った写真です。音楽もなかなかいい感じですね。そうですね。もともとこの人カメラマンなんで、アマゾンのとかその現地の写真をまあね、最後はこうやって写真でね終わるってことですね。これが実際に使われてたカメラね。カメラ、大判のカメラですね。フィルムのサイズはこれなんですよ。実物がこのパネルでね。僕らが一般的に知ってるフィルムってこれなんですよ。このフィルムこれで撮るんで、めちゃめちゃでかくできるんですよね。ということでここまでですね。あとは物販コーナーになるんですね。ということで行ってみました。なかなか、大阪でこういうイベント初めてだと思うんで、広々した空間でゆったり
見れるですね。そうですね。なんか熱帯魚屋さんっていう感じではなく、ゆったりしたスペースですね。はい。いろいろ勉強になりましたんで、今後のレイアウトに生かしていきたいと思います。はい。じゃあ、あとはゆっくり見ましょう。はい。